ちは、犬坊チャンネルです。今回は和楽変革ですけども、その下張りの工程を行っています。してのり、骨縛り、そうですね、前回は胴張りという工程をやりました。胴張りをした後は大変ピンピンに張っています。今回はその胴張りの後の工程として身の掛けという工程を行います。かまちと縦の組子だけにのりをつけて、雨具としての蓑のように下の紙の上に上の紙が重なるようにして貼っていくやり方です。この蓑掛けによって丈夫になることもありますし、1箇所に例えば3枚蓑だとすると3枚重なってベタのりでないですから浮いた状態になります。そうしますと厚みも出てふんわりしたような質感になります。これが額を貼った時に何ていうんですかね、薄っぺらじゃない感覚で出来上がることになります。この頃の額装ですと、この蓑掛けという工程は省いているところが多いと思います。古い額装などを見ましても、このような蓑がかけてあるのは少ないです。この蓑をかけることによって、例えば古いものを修理するときには、この蓑と次の蓑縛りという工程があるんですけども、その上に受け掛けという工程があって、その受け掛けの下のところで剥いで修理をすることになりますので、受け掛けの下の工程になりますので、これは再利用するわけですよね。ですから丈夫に作っておいて、また利用できるようにしてあるわけです。それでは実際に蓑掛けをしたいと思います。大きさによっては、丁寧なものは5枚蓑とか聞いたことはありますけども、通常は2枚蓑か3枚蓑です。これは少し大きいので3枚蓑でやっていきたいと思います。1段目は竹の長さこれ1尺ありまして、2、3番を横に切ったものを継いだものです。紙は富山県の南砺市の五個紙という丈夫な紙です。構造 100% になります。用意するものは蓑掛けに使う丈夫な構造の紙と、それからカッターと、小刀でも結構ですけども、それから人書風のり、このぐらいのつけやすい程度の濃いのりを用意します。そして、汚れた時のために濡れ雑巾も用意しておくと良いです。それでは貼り方は必ずこのかまちの部分と縦のかまちの部分と、それから横のかまちの部分、それから縦の組子の部分、これは組子の幅にのりをつけてください。あまり広くつけますと部分的につけるための蓑ですので意味がなくなってしまいますので、組子のこの幅に沿ってつけてください。縦の組子と、それから周りのかまちの部分にのりがつきました。これの1尺ほどありますが、丈がこれの3分の1を大体で結構ですので貼ります。一番周りのかまちの部分はデコボコにならないように貼ってください。ここが大切ですので、
間にしなければいけませんので、そしてあったら爪で撫でておきます。これでまず1段目がつきました。次にまたこのかまちの部分に糊をつけます。そしてこの縦の組子ですけども、2回目の時はここに糊をつけないでください。1回ここに貼ったところのこの上のところがもし乾いているようでしたらつけて、そして貼ります。そしてこれを折り返して貼ります。そうしますと、この部分は2枚重なってまして、ここが1枚重なっているわけです。次の紙をこのように入ってきますと、ここは3枚重なって、ここが2枚重なって、ここが1枚になります。これを順番にこういうふうに重ねていくことによって、1箇所に3枚重なるようになるわけです。ですから3枚目はこのようにしましたが、2枚目っていうのはここがすでに2枚になってますから、次はここからまたここちょっと前の段に少し重ねるようにして貼りますと、ここが2枚で2枚で2枚ずつになってきます。これが2枚目です。このようにして貼っていきます。また3枚目は同じようにかまちのところは必ず糊をつけてください。この貼ったところには糊をつけてください。このように3枚重ねて貼りますから、糊の乾きが多分遅いと思いますので、2日か3日十分に乾いてから次の工程をやってください。あるいは1週間ぐらい置いた方が時期によってはいいかもしれません。ここが乾いてないで次の工程へ行って湿っててもあまりいいことにはなりませんので、注意しなければいけないことが一つありました。その場合、こちらを今回は上と決めてますので、必ず下から貼っていってください。これを間違えて上から貼ってきますと逆に重なることになってしまいますので、実際にふわっとした感じには仕上がらなくなってしまいますので、それだけは確認してやってください。ですからこの額の側面にこちらが上でこちらが前だという印を私はつけました。ここが3枚、ここが2枚、ここが1枚になってますので、ここが2枚ですから、またここから貼るわけですよね。ですからここにちょっと重なるぐらいのところから糊をまたかまちにつけます。
して最後まで重ねて貼っていきます。ここはもう貼ってありますので、縦の組子でつけるところはありません。このかまちな部分だけのりをつけます。両面貼りましたら、平らな壁などに立てかけて乾かします。上は上になるようにして立てかけてください。次は身の縛りという工程になります。ご視聴ありがとうございました。